皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は日本の政治。公明党が連立政権からの離脱を表明しました。これに伴って新たな政治状況というものが発生しています。野党が一致団結すれば、これまで以上に政権を作りやすい状況になりました。実際には野党はそれぞれ政策面において全く相入れない部分もたくさんありますから、そうは簡単に一致団結とはいきません。しかし、立憲民主党と国民民主党、日本維新の会、これら主要の野党が結集することによって、自民党単独よりは国会議員票を集めるようなことができる状態になったわけで、国民民主党の玉木代表に野党統一候補というような声もあります。ただし実際にそうなるかどうかというのは全く別の話で、さらには国民民主党の玉木代表にしても立憲民主党と今後関係を強化していくと、今度は国民民主党の支持者自体に立憲民主党とのアレルギー反応が発生して、現在の支持率が崩壊してしまうというような危険性も含んでいます。という具合にして、今回の動画においては、じゃあこの後どうなるかについては当然のように全くわからないわけなので、どのような組み合わせが考えられるかについての話をしましょう。まず第一に、公明党が今回離脱した理由というのは、表向きの理由と裏の理由があるというのを言われています。例えば表向きの理由としては、政治と金の問題において、企業団体献金、そして政党支部などについてもっと集約化し、献金規制について強化すべきというような話を、自民党がすぐに飲めないというのであれば、公明党としてはついていけませんよという話をしたと言われています。というのが表向きの理由。で、インターネット上で流れているのは、いやいや、自民党の総裁が高市さんに決まったんだから、親中派の公明党は中国の支持も受けて高市政権についていくことができない、離脱するのはもはや決まっていたんだ。その決まっていた離脱に対して公明党として理由をつけるために企業団体献金の禁止を強く迫ったんだというような話をする方がおられます。このあたりの話については当然、じゃあ証拠どこにあるんですかとなればあるわけがない話なので、そういうこともあり得るかなというような程度に思っておいた方が良いでしょう。ただ、高市さんだからこそ今回公明党は積極的に政権から離脱する方向で動いたんだという話については以前からありました。というのも、自民党総裁選で誰になったら公明党としては組みやすいかという話については、小泉さんだったら石破政権に続いて公明党は非常に組みやすいという考え方が以前から意向が示されていました。これは企業団体献金の話ではなく、靖国問題であるとか外交安全保障問題であるとか外国人対策問題など、小泉さんと高市さんの間には政策の違いが大きいからです。そもそも企業団体献金の話や政治資金の透明化や規制強化の話については、問題が発覚したのは以前からのことであり、ずっと制度改革について言うのであれば、石破政権時代においては要求を突きつけて、なんでもっと前に政権から離脱しないんだというような話の整合性を合わせられない話があります。企業団体献金や政治資金の規制強化、この話題について今連立から離脱する理由というのはちょっとタイミングとしてはおかしいぞという話です。どちらにしろ公明党が政権から離脱すると表明した以上、今の状況に合わせて新たな政治環境といったものを作らなければなりません。そこで考えられているのが、じゃあ自民党と他の野党どこの政党が組むのが良いかという話です。公明党が離れたことにより、じゃあ別のところと組みやすくなったという話があります。例えば、日本維新の会の場合だと、公明党と維新の会は大阪選挙区においてはものすごい対立関係にあります。維新の会の勢力が成長中の段階においては、まだ地域政党としての公明党ともある程度の住み分けが行われてきました。しかし、大阪地区において維新の会の勢力がだんだんと伸びてくると、もう公明党と別に協力しなくてもいいよねということとなり、両者の協力関係は解消され、大阪選挙区においても維新の会と公明党が選挙で真正面から戦うようになりました。その結果として民意は維新の会につき、大阪選挙区においては公明党が敗れるというような状況に陥っています。この対立の構図といったものがあって、例えば自民党、公明党と日本維新の会は連立政権を組みづらいと言われてきました。連立政権を組んだ場合においては、自民党は公明党ではなく維新の会を優先するのではないか。そのような状況に陥ったら公明党としては許せないというような話になるわけです。しかし、
今回公明党が離れたんであれば、むしろ維新の会と自民党は国政選挙においては、大して対立していない状況もあって、住み分けができると考えられています。そもそも大阪地区における自民党はかなり衰退しており、維新の会が根を張っている地域になります。この国会議員における選挙において対立の構図があるかないかというのは連立政権を組みやすいかどうかの一つの指標になります。ただし、自民党とたとえ維新の会が組んだとしても、そこに政策の一致はあるのかという大前提が発生します。日本維新の場合だと、副首都構想といったものを掲げており、大阪地区にもっともっとお金を引っ張ってきて、東京でもしも何かが起こった時には大阪がその役目を代わりにするんだということを前提とした話をしています。実際この後東京において何かが起こるのか、起こりうるのかという話をすれば、確かに大きな地震や大噴火といったようなリスクは抱えているわけなので、他の地域にも一応副首都、そうした機能があった方が良いというのはわかります。政権を担うぞとなった時に、ある程度の協力を望めるというのであれば、それをある程度飲み込むというようなことは十分考えうるわけです。一方で、国民民主党と自民党の組み合わせというのも当然あり得る話です。少なくとも少数与党に転落した自民党は、暫定税率の廃止など、また、基礎控除額の引き上げといった点においては、自民、公明、国民民主の3党合意といったものがなされて、国民民主党からは早く実施に向けて動いてくださいよ。紙切れだと言って約束を破ってはダメですよというような話をしています。これは逆に言えば、石破政権においては、紙切れ1枚で国民民主党からの票を得ることができ、国会においてある程度の予算や法律を通すことができるんであれば、非常に国民民主党を使い倒すことができたというような見方もできるわけです。現実においてはそこまで話が都合よくいったわけではありませんが、予算を通すためにその時出任せの話をするというのは、政治的な手法としては全く褒められた話ではありません。逆に言えば、高市さんがそういった以前の話をもう一度国民民主党側と話を詰めて、いやいや私だったら協力しますよ、実際に実現しましょうということを積極的に訴えて連立もしくは閣外協力などといった話もありますし、政策連合といったようなところでも話を落ち着かせるということは十分あり得る話です。そもそも日本のためにとって一番大事なのは主要な政策について進めることであって、政治的な闘争に時間をかけることではありません。そうした意味においては、今回自民党と公明党が離れたというのであれば、改めて政策面において、じゃあ何を進めていくか、そしてどのような政策方向を持っている人たちで固まるか、さらにはどの政党がどんな政策を持って日本を変えようとしているか、ある程度総選挙といったものも考えつつ動いてほしいものです。ただし今の時期の場合だと予算を決めなければならないので、予算が決まっていない、もしくは予算を決めないといけない状態において、じゃあ選挙だと直接的に動くというのはちょっと難しいかもしれません。ある程度予算を伴うような政策について最低限通した上での選挙といったものも視野に入れておくべきでしょう。そしてそのようなことがあってもいいと私は思っています。そもそも私は自民党では高市さんをしていますが、政党としては国民民主党とチーム未来の支持者ですから、今の政治状況を変えるような選挙があったとしても大歓迎の方向です。現状高市さんは総裁選の時においては暫定税率の取り扱いについては他の政党とも協力関係を持った上でなくす方向で考えているという話はしていましたし、外国人問題などに対しても対策強化なども訴えていました。参議院選挙が行われた時の国民の関心事と比べても、これらの話題について前進させるぞというような表明は少なくとも国民からの拒否感を抱くような話ではないはずです。ですから当面の動きとしては、国民民主党や日本維新の会と連携できる政策部分について話を定めた上で、国会で通すべきものは通した上で、じゃあその後の政権の枠組み、改めて考えるためにも、選挙を考えるという方向が一番良いのではないかなと思います。ただしこの点について言えば、多くの政治解説者は、自民党は公明党とくっついていたからこそ、選挙といったものにある程度勝つことができたのであり、分かれた状態で選挙をすると必ずのように多くの議員が議席を失うだろうとも述べています。これは
各選挙区において公明党の支持者が3万人程度あり、選挙の結果を左右する程度の力はあると言われているからです。自民党と公明党の候補者が両方出た場合においては、自民党の立候補者が2万票程度を失うだけではなく、それが別のところに行くわけですから、より野党の候補者の方が有利な状況が生まれるわけです。ただし、国民の意見や意向、支持率といったものをよりダイレクトに反映するようになると思えば、それはそれで決して悪い話ではありません。自民党と公明党がくっつくことによって、世論の動向といったものをある程度抑え込むような組織票によって選挙に勝ってきたと考えれば、その部分が剥落し、より国民の意見や支持率を反映するような選挙結果になるということは、それはそれで新たな勢力図になるわけで、それをもとにして政策協議を行っていき、政権の形を作っていくというのも、新たな日本の形と言えるでしょう。そして、高市総裁が生まれ、高市自民党として選挙をする場合においては、従来野党系に流れていた保守票というものを十分取り戻せる政策を打ち出せると私は思います。公明党と連立を組んでいたからこそ言えなかった話というのは当然あるでしょう。それらの政策の中には、逆に言えば自民党から離れていた人たちの離れる理由といったものもあるわけで、高市が選挙の目玉政策といったような形で打ち出してくれば、これだったら戻ってこれるわというような安心感を持って離れた人が戻ってくるということも十分あり得るわけです。高市さんにとってみると、総裁になった途端、公明党が離れて、さあこれから政権運営をどうするのか、といった意味ではものすごい困難に陥ったと思うでしょうが、だからこそ政策でどこと協力関係を結んでいくか、そして国民に対して訴えかける政策は何にするのか、このあたりのことを徹底的に絞り込んで戦っていってほしいものです。特に自民党と公明党というのは本来であれば全く政策面において異なる部分があり、離れた方が良かったと感想を述べる人は多いです。政策面で言えば確かに全く違う部分があり、公明党が自民党とくっついて政権にいたのは、結局自分たちの意見を通すためには政権に入っていた方がなんだかんだ都合がいいという面がありました。大臣ポストを常に確保し、それによって自分たちの意向といったものを着実に政権の中に食い込ませてきたわけです。今後、政権から離脱するというのであれば、ポストを得ることもできないわけで、その時において公明党がどんなことをやろうとしてきて、どんな悪影響があったのか、そこをどんどんと掘り返していって改善することが、国民に対して自分たち自民党良くなりましたよというような材料にも使えるわけなので、そのくらいのことをやってほしいものです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。政権の枠組みそれ自体が大きく変わる可能性があり、さらには選挙といったものも、そんなに遠い話ではないだろうということが十分思える環境になりました。高市さんが従来の自民党の問題点を改善した上で戦っていくのか、それとも内部で足を引っ張られて結局自分の思うことができずにずるずると落ちていってしまうのか、このあたりのことがどっちの方向に行くかというのは同時に日本にとってもどのような方向に向かうか道が分かれるわけなので、どっちにしてもより良い方向に話が転んでほしいものです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。